サソリ座のゴールドセイント。ゴールドセイントであることに強い誇りを持ち、自身の存在にかけて、信念を貫き通すのがサソリ座のゴールドセイントだ。それでいて仲間思いな一面もあり、ピンチの時には誰よりも早く駆ける。今回はそんなクールに見えて情熱を携えた歴代のサソリ座のゴールドセイントについて解説していく。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は歴代サソリ座のゴールドセイントについて解説していくぞ。サソリ座ってことで私はやっぱり必殺技のイメージが強いかな。スカーレット・ニードルだな。人差し指を突き立てればそれっぽくなるから、真似したくなる技の代表だよね。だな。シンクということで中の人も赤い人でぴったりの技だよね。おい、それは他作品のキャラだぞ。では早速解説に移るとしよう。よろしくね。スコーピオンのミロ、天下球を守るサソリ座のゴールドセイント。スピードあふれる動きから繰り出される攻撃はサソリの猛毒のごとく強烈な技を持っているセイントだ。ちなみに雑誌掲載時、クロスを装着した姿で登場した最初のゴールドセイントであった。まずは、彼のプロフィールを見ていこう。ミロの名前の由来はこのミロストーからってことかな。多分そうだと思われる。ミロのイメージって普段は顔に出さない一方で、劇場下で情熱に溢れていて、味方への慈愛も深いって感じかな。そのイメージで合っているぞ。ゴールドセイントの中でも情に熱いが、それだけに最も気性が激しく、敵に対しては燃え盛る炎のごとく立ち向かう。わかりやすい性格ってことだね。また、ゴールドセイントであることに強い誇りを感じており、教皇にブロンズセイント抹殺を命じられた時は獅子に槍を倒せというようなものとして一生したな。油断のようにも取れる発言だけど、ゴールドセイントがブロンズセイントに敗れるわけがないという高いプライドがあるってことだね。ああ、それに加え実直な性格のために曲がったことを嫌うが、一度認めた相手に対しては強い信頼を寄せる。やっぱりわかりやすいキャラだね。アクエリアスのカミョとは親友関係であり、親交が深い。劇中でも二人の仲を伺えるエピソードがあるもんね。それもあって、劇中で対峙する氷河との関わりも深くなっているな。さて、劇中での活躍だが、主人公の聖夜たちブロンズセイントが、10人のシルバーセイントを倒した直後、新たな資格の候補として教皇の前と獅子座のアイオリアと共に招集される。アイオリアの申し出によりブロンズ抹殺の任務は彼が一人で遂行することになり、初登場時のミロの出番はほんの顔見せ程度で終わる。聖夜たちと対決するまで関わりがなかったもんね。12級編では天下級にて聖夜と雌雄と対峙。圧倒的な実力で聖夜たちを倒していった。この時聖夜が今までのゴールドセイントに勝るとも劣らぬ強さと述べたことから、ゴールドセイントの中での実力は平均だと推測することができる。確かに弱くもないし、強すぎるってこともないイメージだね。その後、氷河と対決するも力の差を見せつけるように一方的な戦いとなる。氷河もオーロラサンダーアタックの連発により、ミロの足の動きを一時封じるなど善戦するが、ことごとく打ち破られ、スカーレット・ニードルも14発まで打ち込まれ、絶体絶命の状態に陥る。というより、本来は14発を打つまでもないのにそこまでするってことは、ミロもこの時に迷いがあったってことだよね。技については後ほど解説をするが、ミロとしても、教皇に対しては忠誠を誓いながらも、真意を決して見せない挙動に対してある程度の不信感を抱いていたからな。完全に敵対していたわけではないもんね。話を続けるぞ。15発目にスカーレット・ニードル・アンタレスを打ち込み、氷河を戦闘不能に陥れ、大量出血により死を待つばかりの状態にしたが、ここで氷河がアンタレスの感激を縫って生命点を打ち込むことで、ゴールドクロスをまとっていなければ命を落としたのは自分であると悟る。死に瀕しながらもその高潔な行動に心を打たれ、魔を天をついて救い、天下球を通すことを許した。認めた相手には最大の敬意を払うのがサソリ座の特徴だね。戦いの後は、木戸沙織こそが真のアテナだと改め、忠誠を誓う。サガが倒れた後は亡きカミョに代わって氷河の後見人的存在となり、破壊された彼の白鳥座のクロスを自らの血で復活させた。ミロは最後まで生き残ったゴールドセイントだもんね。ちなみに原作者の車田正美氏は、当初氷河の師匠はミロにする予定であったらしく、雑誌掲載時と単行本ではセリフに違いがある。ここで12級編が終わり、次はハーデス編に繋がる。ここでは新たに双子座のゴールドセイントとなったカノンに、これまでの悪霊への免罪符としてスカーレット・ニードルを打ち込むといった生産をさせる。釈迦が、サガ、シュラ、カミョに倒された後は問答無用でスカーレット・ニードルを連発。そしてムー、アイオリアと共に立ち向かい、エクスクラメーションを両方打ち込むも拮抗。雌雄の参戦で相手側を吹き飛ばした。
その後冥界ではコキュートスでアテナのコスモによって回復した時にムー、アイオリアと共に4人のスペクターを倒す。最後は嘆きの壁を撃破するために他のゴールドセイントたちと共に散った。次からはスピンオフでの活躍を解説する。他作品での活躍も気になるね。映画レジェンド・オブ・サンクチュアリーでは性別が女に変更されている。今作における唯一の女のゴールドセイントだ。原作と違い素顔は真紅の髪をした美女で年齢は32歳。素敵なお姉様だね。忠誠が人一倍高く戦士としての誇りを持つ。天活級を勝手に通過しようとする聖夜と旬を人馬級へ吹っ飛ばし聖夜と相対する。遅れて現れた釈迦やアイオリアから真実を聞かされ、サガが暗躍してたことを知り、ゴールドセイント6人でサガが起動した巨大石像を破壊した。ここら辺の動きは原作と近い感じだね。セイントセイヤソウルオブゴールドでは、他のゴールドセイント同様、復活してアスガルドに降り立つ。メンバーの中で最も積極的かつ活発に行動し、多くのゴッドウォーリアーとゴールドセイントと対峙する。直情的だったから衝突も多くて、困難な道を歩んでいたわけだね。ここでは親友であったカミョと対峙するも最後は和解するシーンが描かれている。二人の関係を知るにはいいよね。セイントセイヤエピソード G では、主人公のアイオリアとは気のいい友人関係を築いている。決戦に向かうアイオリアに対してツンデレのような言い回しをしている。これもまた別のミロと見た方がいいね。セインティア賞では、原作の主人公である証拠の夢に見ろと思われるゴールドセイントが彼女を抱える場面がある。証拠の幼少時にエリスの手の者に襲われた彼女たちを助けており、そのことがきっかけで強行セイントの道に導いた。なんかミロって女関係が多い気がするね。サソリ座の女を意識しているような。どうだろうな。確かに世間ではサソリ座は女性へのイメージが強い。だから女体化や女性セイントとの絡みに繋がっている気もする。これ以外にも口述するサソリ座のセイントが女性であることから、間違いなく女絡みが多いと言えるな。だよね。彼の技を見ていこう。スカーレット・ニードル。相手の体をサソリ座に見立て、その星の位置にある中枢神経を刺激し麻痺させる技。撃たれた者は激痛による発狂を引き起こすほど。また五感を緩やかに剥奪していく効果もあり、14発撃たれた時点でほぼ廃人状態になる。なんかさ、14発も撃ち込むってちょっと悠長な気がするんだよね。まあ、気持ちはわかるがな。ちなみに一度に14発同時撃ちもできるぞ。最初からやればいいのに。それは技の都合上でもあるけどな。スカーレット・ニードル・アンタレス。相手にとどめを刺す最後のスカーレット・ニードル。エピソード G によるとコスモを最大限まで燃焼させることで15発同時に叩き込めるとのこと。最初からやれば、技の都合上だな。仕方ない。ゴリ押しじゃん。リストリクション。打ち込んだ相手を麻痺させる技。これを高速で打ち込んだ方が、サクサクいくぞ。おい。クリムゾンスケンガー。スカーレット・ニードルの石膏を1点に、集約し爆発的な破壊力を生み出す一撃。カミョの作り出した極大の表像をただ一撃で砕くほど。スカーレット・アサルト・ニードル。セインティア賞で使用。スカーレット・ニードルの一つを連続で15回繰り出す必殺技。次に行くぞ。スカーレット・ニードル・ブレイズ。スカーレット・ニードルに炎属性を追加した強化技。スカーレット・ニードル・ブレイズ・アンタレス。名前の通りスカーレット・ニードル・ブレイズのアンタレス版。イグナイテッド・スケンガー。全身を巻き込む超高温の青い炎の渦を突き立てた指先から叩き込む。以上だ。スピンオフを含めるとかなり技の種類は多いんだね。スカーレット・ニードルの派生技がほとんどだけどさ、サソリ座ということもあってつくことに重きを置いているということだろ。だね。では次のゴールドセイントに行くとしよう。スコーピオンのエカルラート。セイントセイヤ冥王神話ネクストディメンションに登場するサソリ座のゴールドセイント。劇中では天活級に到着した雌雄と対峙。当初、サソリ座のセイントだけで人の姿がない状態であった。透明人間のセイントってこと？これは彼の肉体が水晶化しているからだという。人間が水晶化ってどういうこと？まあ、理由として挙げるなら肉体を構成する分子の配列がある規則に並ぶとガラスや水晶のように、透明に見えるという現象だ。でも人間であって、ガラスじゃないよね。まあ、実世界でそんなことがあり得るのかは置いておいて。エカルラートは修行中にサソリに刺されたことでこれが発症、以降透明人間になれるようになる。もっと言うと、結晶化が進む年に至るため黄金の血を持つ。13番目のゴールドセイントであるヘビ使い座のオデッセウスから輸血を受けてそれを抑えたという設定だ。わかったよ。雌雄との対決の結果、両者互いの必殺技を放つ。結果雌雄は倒れ、エカルラートの爪にはひびが入る。
支流が友人に認められた存在であることから支流のことを認め、もはやサソリ座の定番とも言える魔王天をつくことで支流が復活。アテナのところへ送り出すことで一旦戦いは終着となった。特異的な設定ではあったけど、悪いゴールドセイントではなかったってことね。彼の技を見ていこう。スカーレット・ニードル。ミロと同様。スカーレット・ニードル・アンタレス。これもミロと同様。スカーレット・ニードル・クワトロ。スカーレット・ニードルを4発同時に撃つ。スカーレット・ニードル単体と違い、直撃した部位を全て破壊するほど威力が上がっている。ちなみにサソリ座の生命点をうがつというコンセプトは完全に崩壊している。というわけで次のゴールドセイントに移ろう。スコーピオンのカルディア。セイントセイヤ・ザ・ロスト・キャンバス冥王神話に登場するサソリ座のゴールドセイント。名前の由来のカルディアはギリシア語で心臓の意味を指し、名前のように心臓に深く関わりがある人物となっている。戦闘においては凶暴かつ冷酷で好戦的。空に浮かぶロストキャンバスへ行く方法を知るためにスペクターを痛めつけ、拷問と言い張るなどかなりのサディストでもある。なんか今までのサソリ座とは違う印象だね。好戦的な部分は歴代と同じく近い部分があるが、それに加えに狂気のようなものがあると言えるな。生物的なサソリっぽさとも言えるのかな。その反面と言ってあれだが、裏表がない性格であるため、後のアテナとなるサーシャには一人の女の子として接したことが彼女の心の負担を軽くしていた。戦友であるアクエリアスのデジェルの夢を心から羨望しており、実現させることを願っているが、自身は未来を望まず、セイントとして己が持つ全てを使い切ることのできる強敵を探している。なんか死に場所を求めているような感じだよね。その思いもあってか劇中でも強敵である天王星ワイバーンのラダマンティスと交戦することになる。デジェルと共に2対1で戦っていたが、戦いの中でラダマンティスの強さがカルディアを奮い立たせることになる。隙を作ってデジェルを海底都市アトランティスに向かわせ、自身はラダマンティスと一騎打ちを演じる。ラダマンティスの猛攻に圧倒されつつもスカーレット・ニードルをなんとか打ち込む。この作品ってラダマンティスが強すぎるもんね。確かにな。最後の一発も止められ、右腕を失い敗北したかに見えたが、左手からの渾身の一撃をラダマンティスに直撃させたことで全身の血の沸騰とともに膝をついて倒れる。この後ユニテを瀕死の体で地上に連れ出すと、真空の爪だけが残された彼がそこにいた。これでもラダマンティスは生きているからね。まあ、戦いに勝ったことには変わりないけどな。彼の技も見ていこう。スカーレット・ニードル。ミロの技と同様。スカーレット・ニードル敵を。自分の心臓から高熱を発し、その高熱をまとわせたスカーレット・ニードル。全力戦闘で使えば、術者すら焼き尽くしてしまう。スカーレットってだけあって炎属性がついたね。これはカルディアがコスモを燃やすことで心臓から、高熱を発生させる特殊体質であるため属性が変化したものによる。スカーレット・ニードル敵をアンタレス。スカーレット・ニードル・アンタレスの敵をバージョン。血液が沸騰するほどの超高熱を放つため、放った後は自分の命も消える自爆技でもある。以上だ。厳格なゴールドセイントの中でも特異的な存在だよね。それでいてアテナへの忠誠心は高いっていう。内面に秘めた思いはまさしくゴールドセイントにふさわしい人物ってことだな。だね。スコーピオンのソニア。セイントセイヤオメガに登場するサソリ座のゴールドセイントだ。本作品では2人目となる女性のゴールドセイントになる。サソリ座の女だね。それが言いたいだけだろ。そんなことないよ。ソニアは敵サイドのボスであるマルスの娘であり、物語の途中でサソリ座のゴールドセイントになる。当初はハイマーシアンであるのに仮面を着用し、シルバーセイントを率いている。マルスの娘だからってこと？聖域をマルスが乗っ取ったことが挙げられるな。サソリ座のゴールドセイントになる以前のギャラクシーメールのモチーフはホーネット。闇属性の針を多数打ち出す技を使うほか、手先には鋭い爪のパーツがついている。針つながりでサソリ座になったのかな？そのつながりはあり得るな。その性格だが、強い自分を装いながらも誰かに認められたい、家族に愛されたいと願う繊細な内面を持っている。家族以外のものに対しては非常かつサディスティックで、仮面をつけているのは自分の本当の感情や本心である弱さを隠すためである。それはサソリ座のクロスを身につけても同じことが言え、マスクは顔の上半分を覆うタイプのものとなっている。またゴールドクロスは胸元や腰回りは女性用のカスタマイズが、劇中では裏切ったエデンを追撃するためにメディアからサソリ座のゴールドセイントとして任命された。急遽誕生したゴールドセイントってことだね。ああ、そのため他のゴールドセイントと違い、ゴールドクロスで強化されたシルバーセイントくらいだと思われる。劇中では天サソリ級にてエデンを迎撃せんと待ち、
先に到着した甲柄と対峙、相馬と3度目の因縁の対戦となった。相馬に差し伸べられた手も拒み、家族に対する自身の夢に固執し続けていた。そして過去のトラウマが蘇って激しく動揺。コスモの乱れにも繋がり、アンタレスメイルストロームを放とうとした時にゴールドクロスが離れ、技が暴走し自らの炎に巻かれ倒れた。その後、記憶の中の優しい父に甘えるような言葉を残して息を引き取った。天活級にたどり着いたエデンは彼女の死に顔を穏やかと表現し、この自滅がある意味彼女の選択だったのではという見方をしている。少しでも救いがあったと思えばいいのかな。彼女の技を見ていこう。クリムゾンニードル。赤い針状に展開したコスモを多数放つ。ハイマーシアンで使用した技、ホーネットスキンガーに似ている。アンタレスメイルストローム。球内が崩壊しかかるような強力な衝撃波を放つ技であったようだが、発動途中にコスモの乱れが影響し、クロスが体から外れ、彼女は致命傷を負った。セイントセイヤオメガ特有の原作技がない技構成だね。新たなゴールドセイントらしさを出すためだな。ということで今回は以上。最後に一言いいかな？どうした？ゴールドセイントでも女性キャラがいるだけに、サソリ座って強い女のイメージが強いよね？実際アンケートを取ると、サソリ座が1位だからな。玉のイメージが強いのかな？かもしれないな。では、ご視聴ありがとうございました。